かなこみんかぴ。皆さんこんにちは。こんにちは。前回の動画の最後に大きい木を3本あちゃんの知り合いに切ってもらうっていう話をして、でっかい木を切ってもらいます。この大きな餅の木も切ってもらいます。予告大失敗で終わったと思うんですけど、まあ大失敗しまして、切るって言ってた2本がちょっと残ってるんですよ。で、まあなんで残ってるかっていうと、一番最初に切った木、ずっと倒れそう、反対側に倒れそうって言ってたやつ。フェンスの側にね、うちの庭側じゃなくてフェンスの側に倒れそうだった木を一番最初に切ってもらって、まあちょっと残りの2本を切るどころではなくなってしまったということで、まあちょっとどうなってるかだけ一回見せようかな。はい。はい。はい。伐採できてます。どうですかこの大きさ、わかりますか？かなり大きいよね。手が。大きい。まあこれは受け口を作って、追い口を壁を作りながら角度つけて切ってもらったんだね。でまあ何を失敗したかっていうと、はい。はい。フェンスぺしゃんこになってしまいました。ちょっと自分は仕事でいなかったんですけど、そう、朝だけ厚弘さん来てもらって、私はカメラマンで、一応全部は撮ってたんですけど、一応チェーンソーの有資格者で、まあある程度慣れてて、ただやっぱりちょっと難しかったみたいで、まあ切れたは切れたけどフェンスを壊したと。そうだね。はい。まあ今このフェンスは隣の管理者の方と相談中で、まあこっちが現状回復して収めようと思ってます。でまあ自分たちがやったんだったら、動画に全部残ってるんで、一本作ってもいいかなと思ったんですけど、くしゃみが出そうですけど、やってもらってねやってもらって失敗を長々と見せるのもなと思うんで、まあちょっと一瞬だけ、その瞬間だけ、今からちょっとお見せしますね。はい。はい。怖い。見てられない。
テンションマイナス5000万のかな子です。まあやっちゃったことは仕方がないので、今からみんなで片付けます。一応1週間ぐらいで全部片付いたんだよね。結構この事故が起きてから外に大木が出たまんまだったんですけど、これも自分の知り合いに話したら処分してもらえるっていう話になって、1週間もしないうちに撤去してもらって、実際たまたま重機があったりとかしてタイヤショベルで釣ったり引いたりして動画撮りたかったけど、ちょっとね、2人とも仕事だね。で人数にして9人10人ぐらいで総出でやってもらって、でもあれすごいよね。結局その大木も2トントラック1台パンパンにして4トントラックも1台パンパンにして大変だったんだね。結構量がありました。しかもやっぱこの幅だからね、チェーンソーも大変だったんだよね。なんか持ってきたチェーンソーの切れ味が悪いのを選んできちゃったみたいで途中目立てしたりとか時間もかかったんだよね。一生懸命やってもらってね、うん、実際こうやってもうなくなった、うん、切り株は大きいのまだあるけどまあフェンスもなくなって皆さん真似しないように伐採の際は気をつけて。今回まあ伐採失敗はしたけど、うん、誰も怪我なく、うん、誰も死なずに、うん、終われたので、うん、フェンスだけでね、うん、誰も怪我しないでよかったと思いました。はい。はい。皆さん気をつけましょう。はい。はい。横から見たら、これでもだいぶ傾いてるのがわかるかも。そうね、うん、結構ね。うん。そうそうそう。なんか要は、この角度つけて壁を作りながら追い口攻めてった結果、受け口よりも下に来ちゃったっていうのが敗因らしいです。ここまであって、うん、で多分こう行きたかったんだよね。うん、そうそうそう、多分ね。なんだけど、まあ角度はつけたいから、うん、こう行ったら、うん、ちょっと角度間違えちゃったっていうね。うん、まあもう一人引っ張ってたらしいんですけど、まあでもね、重さは無理だと思う。まあだね。もともとまっすぐ立ってるのを引っ張って、操縦はできると思うけど、もともと斜めになってるのを引っ張っても難しいよ。だね。その重さをさ、人力でどうにかしないといけないもんね。まあ確実に人が引っ張られるよね。まあでも誰も怪我なくてよかったね。だし、そのフェンスもまあワンスパンで済んだのと、支柱が曲がらなかったのが一番良かったかな。下手したらね、ここに倒れて、2スパン分。2スパンと支柱もね。まあ不幸中の幸いでした。はい。はい。で、餅の木は、もう自分たちでやろうかなと思っています。はい。で、奥の枯れ木はちょっと保留。そうそう。で、いろいろコメントでいただいてた高枝用の、高枝切りばさみの電動、伸ばせるもの。電動剪定機。剪定ばさみの、ポール付きのやつを Amazon で買いました。はい。で、ついでに抱き合わせで小型のチェーンソーが付いてるのもあったんで、それを購入したので、ちょっと次回はそれのレビューをしながら、餅の木を2人で頑張って切ろうと思います。はい。はい。怪我をしないように。まあちょっと前回人の伐採するのを見て、
いろいろ学んだこともうんあるよね。うんうん。ある。やっぱ傍から見てね、間近で見てるとね、あ、こっち危ないなとかね。うん。だね。まあいい勉強になりました。はい。はい。これが壊れています。壊されました。多分こう持ってこう乗ったんだと思う。ただ思ったより耐久性がなくて曲がっちゃったんだと思うんです。ちょっと想像力がなかったのかな。犯人が見つかったら捕まえて捕まえてウッドチッパーに入れようと思います。切るようにしようと思います。